二宮さんがその田原さんと浮気をしたことによって苛立ちというか許せない気持ちって晴れるんですか？だってそれで例えば田原さんと二宮さんがなんか結ばれるとか、二宮さんが田原さんのことがすごい好きで手に入れたいみたいな気持ちがあるならまだわかるんですけど、嫌がらせのためだったら何も報われない気がするんですけど。沼田が樹のことを好きだったとしても、なんでお前の思いだけかなってんのって話だし、私は樹のことが好きだったから、樹がその沼田なんかと付き合ってほしくなかったし、樹のためにもならないし。今も好きなんですか？田原さんのこと。友達として好きです。友達としてでも幸せになってほしいから、もう沼田さんとは絶対関係を持たない方が幸せになれるから、私が一肌脱いだぐらいの感覚。沼田が誰からも幸せを受けてほしくないですよね。樹みたいに優しい人の優しさも感じてほしくないですし、沼田がもし大事なものだと思ってるんだったらそれも奪いたいですし、私はもう奪われ続けてきたんで。それ幸せなの？ちょっと複雑ですね。まあ沼田さんが人の家庭を壊したっていうこの事実が、まあ自分の家計を壊された時にまあもうやり返されてもしょうがないというか、復讐する気持ちっていうのは分かるところがあって、自分の気持ちは多分どう頑張っても二宮さんは晴れないと思うんですよ。もしここで縁を切ったとしてもずっと自分の家計は壊れてるまんまだし、だったら相手の人生も壊しちゃおうみたいな流れは。この気持ちどうですか、みりちゃむさん、分かります？全く、関わんないのがやっぱ一番ですよね、本当。逆にみりちゃむさんから沼田さんや二宮さん、女性陣に聞きたいこと。誰の子供だと思うんですか、自分。もうブレずに彼の子供。いや違う、それはもう生物学的に違うって出てるわけだから。わかんないです。わかんなくなっちゃうぐらいって、心当たりはなんか何件かあるんですか？こう樹さんと別に何人いたんですか？確かにそこ何人とかいないですよ。じゃあ何人ですか？そんなわかんないです。何わかりますおっしゃいましたね。わかんないですって。赤ちゃん宿ってる子はいると思うので、その子の行方というか誰と育てたいだとか、樹さんの気持ちとかにもよるとは思うんですけど、一緒に育てたいって言ってくださったら一緒に育てると思うんですけど、でももし沼田さんだったらどれが一番いいんですか？もう違うって分かった上で。どうだろう。もうわかんないな。相当誤算だったんですね、逆に。整理できない状況ですよね。そうですね。もう私は今日完全に彼の子だと思ってきてるから、予想外すぎてパニックです、頭の中が。自分の家庭壊されたから相手の大事なものを奪ってやるっていう気持ち、同じ女性として理解できる部分いかがでしょう？分からなくもないんですけど、なんかそれって終わりがない気がするし、実際されないか本当は分かんないと思いますよ。それはそうだと思うんですけど、多分一生その沼田さんに復讐し続ける人生って二宮さんにとってどうなのかなって思う。責めてるわけじゃないんですよ。はい、二宮さんの幸せを思って今西野さんは、なんかどちらかというと、なんか私だったらその沼田さんより幸せになってその幸せを自慢するマウントを取りたいた方が自分のためにもなるし、今はこう浮気とかいろいろありますけど、じゃあこれ結婚してて不倫しちゃってとか、でお金が発生したりとか、なんかそれで自分が大変になることがいっぱい起こるように。なんかでも本当に何の運命か分かんないんですけど、こいつ私の周りずっとなんかうろちょろしてるんですよね。私だってすごい辛すぎて忘れたいなって思ったことありますけど、綺麗事ではなんか幸せになってほしいとかって言うの分かりますけど、本当にこれはされてみないと分かんない。されてみないと分からないけど、されたからやり返すっていう気持ち、みりちゃむさん分かりますか？お父さんが不倫してたわけだから、子供がやることじゃなくて、元奥さんがやることかなと思うんですけど、ずっとって言ってたんですけど、樹さん以外にも沼田さんは誰かと付き合ってたんですか？その二宮さんの周りの人と。周りの人とは付き合ってないです。それはもう勝手な被害妄想です。自分の家族を崩壊させた人がこれ以上私の知り合いと関わってほしくないっていうか、勝手かもしれないですけど本当に嫌なんですよね。付き合ってる姿とか樹といる姿とか想像するのとかも本当無理で。
最終的にそれもうだってとかになってくるわけだから。私のお父さんが彼らと浮気してて、そういう現実って皆さん経験したことありますか？ないですないですねないです。まあでも、まあ、お父さんも問題ですよね。結構その沼田さんもやばいというか、まあちょっと問題がありますけど、今この現状ですよ、皆さん。誰の子か分かんないやつを作ってんですよ、また実際に。全く反省してないですよね。沼田さんはこの DNA 鑑定の結果を受けて、今お腹にいる赤ちゃんのことをどう思ってるんですか？子供は産みたいですけど、正直。うん。どうしたらいいか、わかんないです。赤ちゃんがかわいそうそう、おというか腹の子に罪はないんですよね。罪はないけど、うんやっぱこう私は今妊娠中なので、そのなんか赤ちゃんとこうね、生まれるまで十月10日一緒にいるわけじゃないですか、うん自分の体で。で日々こうね、病院行くたびに大きくなってたりとか、こう命が宿ってるなっていうのをすごい感動して日々を過ごしてるんですけど、だからなんか自分がちょっとマイナスな思考になっちゃったりとか、旦那さんと喧嘩したりとか、うんそういうのとかも全部聞いてるなって思っちゃって、だからなんか例えば口悪くなっちゃったりとかした時とかも、お腹の赤ちゃん聞いてるからあ良くないとか思ったりとか、なんか自分が悲しくて辛い時とかも、この辛い気持ちとかあ、がこう伝わっちゃったらかわいそうだなとかすごい考えちゃうんですけど、だから今のこの状況が、まあお腹の赤ちゃんが聞いてるのかなとか思っちゃうと、ちょっと胸が痛くなるというか、なんか早く解決して、だから沼田さんもなんかちゃんと自分の過ちをこう思い返して、お腹の赤ちゃんを育てるって決めたなら、赤ちゃんがこう辛い思い、子供が辛い思いをしない、生まれた時にちゃんと愛を持って育てられる環境が作れる状態がどれがベストなのかっていうのを考える方向性にした方がいいと思います。ちょっとすいません。私もう一回 DNA 鑑定してもいいですか？何言って。誰あ、お前はそれ読んでない。いやは？意味がわかんない。いつきやめた方がいいぞ。徳田さん一番かわいそう。不毛な会話に巻き込まれてるんだけど。誰との DNA 鑑定をやるんですか？わかんないんで一回ちょっとやりたいなと思うんですけど。男性側の協力がないと難しいので、無理だと思うけど。一個ずつ確認してもいいですかね。まず第一、ここはもう絶対関係ないんだもんね、信じてるけど。確認するってことは、まだ疑ってんの？ないんだよね。元カノの父親と何年もないんだよね。ない。それはもう何年も会ってない。本当のこと言え、マジで。届けんの、マジで。届けてるんです。お前黙れ。届けてないんだって言えばいいんじゃない？ここで。関係ない立ち位置からだけど、巻き込まれてる。じゃあなんで俺巻き込まれてんの？意味がわかんないじゃん。知らないっす。お前からいろいろなんか。お前から黙れなっていい？はいや、腹立ってんのお前じゃないで。うるさい。うるせえ、お前だ。ずっと黙ってうるて。さい。じゃあ黙ってる最後まで。いつきやめた方がいいよ。どうしたいつきは。沼田さんももうここまで来たら、逃げるとかそういうのはもう無理だと思うから、誰と DNA 鑑定をしようとしてるの？沼田さんにしかわかんないですよね、もう。ずっと喋ってても被害者面なのがわからない。被害者面してないですよ。何？でも別に。この事実が分かった時の田原さんの気持ち的に一緒に育てたいとか思うのかなとかも気になりますし、もし沼田さんから一緒に育ててほしいって言われたらどういうことを考えてますか今？女性は子供がいることで幸福度が下がると思ってます。子供がいて初めて幸福っていうところに下がるっていうのがちょっとよくわかんないかなっていう。25で妊娠したんですけど、自由奪われて幸せじゃないと思ったことはないので。自分の体が自分だけのものじゃなくて、その乗っ取られていく感じは私は正直怖かったですね。子供が成長を遂げていく瞬間瞬間の幸せとか、ああよかったっていうのはたくさんあるんですよ。映画とかね、ドラマとか幸せなハッピーストーリーいっぱいありますけど、自分の人生を消すことになると思うんですよ。私は縛られたくないっていう。女性って自分よりも上だと感じる女性のことを蹴落とそうとするから、子供嫌いな人って子持ち女を攻撃してくるっていうことが。子供を産む
むことが女性の幸福度を下げるような社会であるとちょっと思いますね。子供は欲しかったです。妊娠してるって聞いて嬉しかったです。僕の子供じゃないなら素直にはうなずけないです。そりゃそうだ。いろんな候補が出てきて、皆さんからも話が出ましたけれども、一体今後どうするのか。番組のルールとしまして、このシュートダウンエンドロールエディションというのは今後分かれるのか分かれないのか、一体どうするのか結論を出すというのが番組のルールですので、本当に衝撃の事実を聞いて全員ちょっと頭がぐちゃぐちゃしている状況だと思うんですが、さすがにこれ以上の続編は難しいので、今回の収録で自分の気持ちをはっきりと決めていただきたいと思います。よろしいでしょうか。非常に難しい決断だと思いますが、まず田原さんどうでしょう。最初 DNA 鑑定の結果が出た時に驚いてしまいましたけど、はっきり自分の子じゃないって分かったからにはもう無理なんです。別れようと思います。沼田さん。もう無理だと思うので、別れます。お二人から、結論を出していただきました。お二人とも今回の討論を経て別れるという結論でお間違いないですね。今回は別れるという結果になりました。今後のことなどちょっと気になることたくさんあるんですが、そろそろ討論の時間は終了となります。パネリストの皆さんに最後一言ずついただきたいと思います。エイジさんいかがでしょう。今お互いを信用できないと思うので、この判断は一番いいのかなとは思います。沼田さんにはもうちょっと正直に生きてほしいなと思ってます。西野さん。モヤモヤが残ったままな感じはするんですけど、田原さんのお子さんじゃないってことは確かなので、別れるっていう選択はいいと思うんですけど、ただそのお腹に赤ちゃんがいることは事実なので、しっかりとした選択をしてほしいなと思います。ミリシャムさん。本当にモヤモヤしたまんま終わりで、大人同士のあれはとりあえずいいんですけど、一旦子供をどうするのかが一番不安要素ではあるなっていう感じですね。電話出演です。二宮さん。沼田にはこちらにでも入ってもらって、人として心を入れ替えて、私たちがいる空間から離れて遠くに行ってこの音を生きていってください。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。